じゃあマスキングシートを作りますはいいんだけども、ちょっとね一部順番間違えてっていうか、ダークグレー塗ってから一部デカール貼ってセミフラットクリアでトップをかけて、それからライトグレー塗ろうと思ってたんですよ。でそれからまあこのライトグレーね塗って、それに絡む、デカール貼っていこうと。ただ考えてみたら、デカールの上にマスキングなんでちょっと怖いなとビビりまして、なのでそのためにちょっと一部デカールが抜けてます。ということはデカールは再請求、デカール部品請求ですね。部品請求で、デカールが届くまでの間、こいつを塗っちゃえばいいのかなと。っていうのは実機ではこのライトぐらいが極端にツヤがないんですよ。それをちょっとなんとかしたかったんですけどね。ちょっと厳しいなやっぱり。とりあえずね、少しずつ塗っていかないともうこんな複雑の不可能だと思いますんで、今この基本塗装の部分ですね。基本塗装の部分、この部分だけとりあえずこの、306番薄い方のグレーですね、これを塗っていこうと思います。で細かいとこはね、もう例の細切りテープで粘着かませるような形でちょんちょんとやっていけばいいのかなと。角に関してもテープの角同士をうまいこと合わせれば角度の調整はできるはずなんで、あとは老眼との戦いですね。うわー、なんか結構ねズタボロになってきそうな気がします。また途中で投げるかもしれない。でこの辺も後でデカールは貼らないですけど、ライトグレーが来るんですけど、そこはもう無視してテープ通しちゃいます。僕下ほらこれ100均で売ってるなんだこれはスタイロボードかな、なんていうのかな、発泡ウレタンかなんか薄いのですね。5枚100円いろんな色なんですけど、これいいですね。置いても傷がつかないから、塗料も傷まない、塗装も傷まないし。いやー、これは板レリのキット買った方が良かったな。結構大変ですよ。面白いっちゃ面白いですけどね。リカバリーも楽しみましょう。失敗しないと覚えないんだよね、人間は。僕の場合失敗しても覚えらない。あと広くテープを貼ってライトグレー塗ってます。じゃあ1回目のライトグレーの塗装終了ですね。でこれをめくってて、また次のマスキングですよ。で次のマスキングからは例の模様のとこになっていくので、もっと細かいマスキングになってきますね。足りない部分はまた細切りテープで補えばいいので、とりあえず貼ってみます。
こういうラインができるということですね。もうこれの繰り返しです。だからこうオーバーラップするようにテープ貼っちゃって、そこの部分逆に色が回らないようにしちゃって、後で筆で塗る余地を残しておくっていうことですね。とりあえず今貼ったここの部分だけ塗ってみますね。他に曲がらないようにして、このパターンでいいんじゃないのかな。しょうがないですね。もうこんな感じでところどころ養生して、マスキングして色塗ってってのの繰り返しが一番やりやすいような気がします。マスキングをですね楽しんでますよ。いろんな方法でマスキングできると思うんですけど、いろいろやってみて落ち着いたのが、この方法ですね。まず機体のマスキングしたいところを 4B のシャーペンですね。4B のシャーペンで輪郭取ります。このインストの塗装図ですね。このインストの塗装図を目安に、今上面からやってるんですけど、どっかでね分けた方がいいと思うんですよ。で、上面と下面で分けることにしました。ちょっと今ここ前の貼り方だったんで、ここ後で剥がしてまたやりますんですけどね。とりあえずこの真ん中で結構時間かかるわ。でも、インストでは、今ここまで貼ってきたんで、あんまり狭いとこできなくないけど、これは逆のパターンで、後でダークグレー、ニュートラルグレー、何グレーだっけ、ニュートラルグレーを塗った方がいいんですよ。だからライトグレー塗ってから、そのライトグレーの部分マスキングしてちっちゃいとこ塗ると。今ここね、この部分をちょっと、今この部分をちょっとねマスキングしようと思います。それでですね、シャーペン4B ですね。 4B 非常に柔らかいんで、すぐに先端が丸くなってきちゃうんで、一番最初にまずヤスリでこのシャーペンの先を尖らせてやって、尖ってるの見えるかな、少し斜めにね。で、この先端の部分で描いていきます。この真ん中のこの変な格好のはやらないので、これちょっとかかっちゃってるかな、前のマスキングが。そういうことね。今気がついた。ここ斜めだ。キットの上で切るって方法もあるんですけど、変なところに傷を入れたくないので、まずこの内側で外側を目安に
まあだからパネルっていうか塗装の境界の内側に鉛筆っていうかこのシャーペンで、あとシャーペンはちなみに 0.5 ミリね、これは。で、セロテープ今の失敗ですね。セロテープに今のシャーペンの芯の黒い粉をくっつけると、でこっちこう鉛筆のまあ黒鉛粉が残るんですよ。これは後で塗装後洗ってやれば取れるんで、洗剤で取れます、簡単に。で次にカッティングマットにねテープをやって、でこれちっちゃめのカッティングマット、これも理由があります。でこの上にセロテープと、あとはこれ切るだけですね。でこれですよ、ちっちゃいカッティングマットを使った理由というのは、ここで回しやすいってことですね。大きいのだとどうしても机いろいろ物が乗ってるんで回しにくい。でも考えてみたらカッティングマット全面使うことってないよね。使ってるのほんの一部ですよね。ちっちゃくていいのかなって最近気がしてきました。でセロテープはね、これ入った方がいいと思います。どうしてもマスキングの厚みが増えちゃうんですよ。でマスキングの厚みが増えるとどういうことになるかっていうと、極端な話、こうマスキングテープがあると塗装が乗りますよね。ここせり上がっちゃうんですよ。だからこのせり上がりを少なくしたいと。そうするとやっぱりセロテープの分が余分。セロテープは除去した方がいいと思います。ビビたるもんですけどね。気持ちの問題かもしれないです。こう触ってみると意外に肉厚がある。じゃあセロテープでマスキングすればいいんじゃないの？どうなんでしょう。できないんじゃないかな。できなくはないだろうけども、剥がすの大変そう。このマスクシールができたわけですよ。これを貼ってやるだけですね。ちょっと大きかったかもしれない。もうねあれです。作っててこれじゃダメか。作ってて思ったんですけどね、とりあえず完成目指そうと。今もちょっとマスクシール大きかったんですけど、もう気にしないでどんどん飛ばしていきます。っていうのは、まず枚数が半端ねえのと、あと実際これ正直申し上げて失敗ですよ、失敗。溶きパテでモールド作ったじゃないですか。汚ねえもん、下手くそですよ。やっぱりパネルライン間にこう描いてる筋彫りしてんでね、エングレービングしてるんで、崩れてくるんですよね。溶きパテが柔らかいから、そのラインが結構よれてる。特にこのウェポンベイですね、ウェポンベイ。それからこの辺りのこの部分もちょっとおかしいなと、パネルラインが。
この辺りだけならちょっと直してやればいいんですけどね。全体にやっぱり直線になってないでこぼこしてる。だからね、もうあんまりひどいとこはね、この後直しますけど、もう一回こう削って溶きパテをこうちゃんとテープ貼ってね、こう塗って、やっぱ筆で塗ったのが間違いだってそうだよね。かなりアバウトな。まあただマスキングしてね、これモールド入れてってやってれば、モールド入れた後削ってマスキングテープ剥がして、またこれ同じことやるんで、また同じマスキングしなきゃいけないんですよ。いやちょっとメンタル的にやばくなりますよ、それは。まあとりあえずパッととりあえず完成させちゃいます。完成パパッとね。まあただまあここまでマスキングしたんで、ここまでなので手直ししながら、まあ塗るのはね早いんで、とりあえずこれで進みます。で F35 はあれですね、とりあえずこれはこれで完成させて、押し入れの隅っこにしまっとこうかなあれですよ、やっぱり板レリですよ。板レリ今度タミヤ出しますよね、F35B 板レリの、F35B ですね。あれ買ってこようかなじゃあとりあえず続きね貼っていきます。場合によってはまあここの拭き取り入れ口の前のちっちゃなパネル、突起物があるので1枚でうまくできませんでした。なのでその突起物をかわすような感じのマスクシール、まあ要は一辺ずつすればいいんですけどね。忘れましたね。こういう穴が開いちゃった場合はあれですよ、マスキングゾールで埋めます。じゃあこれ今やってるの全部マスキングゾールでやったらどうなのっていう話もあるかもしれないですけど、こんなドロドロなやつそんな綺麗に塗れないです、僕は。未完成病ってあるじゃないですか。未完成病、僕も過去たくさんの未完成きっとありましたけど、大体こういう変わったことをやった時っていうのは大体未完成になっちゃいます。思いつきで結構やることが多いんで挫折しちゃうんですよね。これダメだと。今回はできるだけ失敗してももう進めちゃおうと、そういう腹積もりでやってます。やっぱりね、失敗してもとりあえず続
けるのがいいのかなと思って。リカバリー能力っていうのもつくし、結局経験値になると思うんですよ。失敗したらそのやってたことはそこで終わりじゃないですか。とりあえず今回は失敗でもいいからやっちゃおうという感じですね。こんな風にマスクシール風にしてみるのもいいかもしれないですね。最後の1枚を買っちゃいます。まあ最後の1枚といってもこの薄いグレーの後、どうしてもこの薄いグレー側にマスキングをして塗らないといけないようなのもあるんで、そういうのはまたこの後少しある。まあ大したことはないですね。あとドア関係ですね。大きなとこはこれで終了ですね。じゃあとりあえず機体の方を塗っちゃいますかね、サクッと。あとはね塗っていくだけですけど、場所によってはこんな感じでマスキングボードだけで処理してることもあります。いやーこれ1週間以上かかったんです1週間以上マスキングは。結構大変でした。でこれがあるんでね、筆で塗ってたんですよ、コツパテを。ただやっぱりね線がちゃんと出てないんでよろしくないです。この長谷川の人は素直にまんまやったらいいかもしれないフィルムで。一部ね忘れてたとこがあるんで、それちょっとまた後で塗ります。ペラペラの端っこがライトグレーだった。で上面はこんな感じですね。まあいいのかなという感じはします。ちょっとねやっぱりトキパテの凹凸に差がありますね。低いとこ高いとこしょうがないねこれは全然おすすめできない方法ですこれは。
まず多分まともにやろうと思ったら溶きパテの段階、筆じゃなくやっぱりこう塗装と同じくマスキングテープを貼ってでパテを乗っけてった方がいいでしょうね。その方がまずレベルが一定にできる。ただ溶きパテの濃度も絡んでくるんでこの辺の管理がもしかしたらちょっと厄介かな。まあ次作るとしたらやっぱりタレリですよ。タレリ作ります。まあただね、もう普通にデカールでやってもいいんじゃないですかね。まあただデカールでやると今度そのデカールの下にパネルラインが来るとこもあるんで、そういうところがどうなるのかなと。主翼の下のこのハードポイントがちょっとミスって筋彫りが消えてないです。筋彫りが残ってる状況だとこうなるっていうことですね。こういう感じですね。上場もね、この色を変えてる部分っていうのが若干この周りの筋彫りは残してあるんですよ。マスキング楽にするために。もうここまでは残ってないですから、どうしても色が同じだと目立っちゃう。いやどうかな。結構この溶きパテにやっぱり筋彫りを入れなきゃいけないところもあるんで、そういうとこがねボロッボロになっちゃうんですよ。ボロッボロに。だから筆で塗って周りボロボロで筋彫り真ん中の筋彫りがボロボロってやばいっすやばいっす。途中で板レリ買いに行きたくなりましたもん。ただ今板レリのタミヤが出るまでは市場にもしかしたら出回ってないのかな。探せばあるかもしれないけども、あとはお店とかね、ちゃんとしたというか普通のネットショップじゃなく実店舗ですね。実店舗の方で置いてあるのかな。アマゾンも特買いをしてるヨドバシもだいぶなかったです。タミヤ板レリの、10月発売の、予約だけ使ってるんですね。やむなく10月まで待つよりも作っちゃった方がいいやって感じで作りましたけど、これはこれでためにはなってるはず。自分のためにはなってるはずですから、経験値にはなってます。でこれ爪楊枝使ってテープを剥がしてるのはあれです。塗装面傷つけないためですね。どうしてもピンセット金属なんで傷がついちゃいますから、これで起こして、持ち帰りの面倒ならばある程度ね、こうどんどんと起こしてやってこれでいけばそんなに効率は悪くないと。
やちょっと他のフォードとかトマスタングとかヒトマルとか放置してあるんで、さすがにこの塗装は来たんで、ちょっと一旦この F35 はお休みしたいと思います。まあお休みたって1回2回1週間ぐらいかな。またそうか、視聴者の皆さんはそうですよね1週間新しい動画何も上げてなかったんで、1週間以上かな。僕的にはこれずっとやってました。切り抜いて転写して切り抜いて貼って転写して切り抜いて、マスキングテープはちなみに普通にタミヤのマスキングテープです。珍しく建築用使ってないです。建築用っていうかペンキ屋さん用。 3M がね、多分タミヤのテープとタミヤなんですけどね、これ違うにメーカー名入ってるんでしょ。3M のテープとまあ同じですね。のりの感じも強さも紙の圧もほぼほぼ同じだと思います。まあ分かんないですけどね、使った感じはそんな感じがしましたから、やっぱり僕はホームセンターで安いの買ってきます。その 3M のテープで、この今タミヤのテープ買った時に例のテープカッターも買ったんですけどね、使いにくい。僕嫌いあれ使いにくいです。僕は嫌いです。まあでもあれですね、塗っちゃえば溶きパテの表面の粗っていうのはあんまり気にならなくなりましたね。じゃあとりあえずここで今日は締めます。あとはまあ細かいパーツの方も剥がして、次は組み立て、デカール貼らなきゃいけないかもない。次はデカール貼りかな。その前に補修しなきゃってとこ補修しますので、ちょっと機種がレドームの先端だけなぜ暗い？気のせいか。いいね。じゃあまた。